今回のピックアップ、人身障害保障保険は、示談解決を待たずに保険金が支払われます。高卒式だからわかりやすい。ファイナンシャルプランナー、○×クイズ、3級、リスクマネジメント編。全部で10問です。第1問。ホテルを運営する企業が、クロークで預かる顧客の荷物の紛失・盗難リスクの保証に備えるために、受託者賠償責任保険に加入した。ホテルを運営する企業がクロークで預かる顧客の荷物の紛失・盗難リスクの保証に備えるために受託者賠償責任保険に加入した。それでは正解です。正解は、○。受託者賠償責任保険とは、他人から物を借りたり、預かったりした際に、火災で焼失したり、盗難に遭う、不注意による破損や紛失などで、賠償責任を負った場合に、損害が保証される、法人向けの保険です。第2問。少額短期保険業者による取扱商品は、少額短期掛け捨てに限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として1200万円が上限となっている。少額短期保険業者による取扱商品は、少額短期掛け捨てに限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として1200万円が上限となっている。それでは正解です。正解は、×。少額短期保険には、保険金額、保険期間、保険業者の事業規模等の制約があります。保険金額については、1被保険者について、保険区分ごとに保険金額の上限が定められており、その合計額は1000万円が上限となります。第3問。自動車保険の人身障害保障保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場合、事故の過失割合にかかわらず、保険金額を限度に損害額が保証される。自動車保険の人身障害保障保険では、被保険者が被保険自動車を運転中、自動車事故により負傷した場合、事故の過失割合にかかわらず、保険金額を限度に損害額が保証される。それでは正解です。正解は、○。人身障害保障保険は、対象者が死傷した場合に、自分の過失割合にかかわらず、実際の損失額が支払われる保険です。加害者との示談解決を待たずに、保険金が支払われるのが大きな特徴です。第4問。生命保険におけるリビングニーズ特約は、病気や怪我の種類にかかわらず、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。生命保険におけるリビングニーズ特約は、病気や怪我の種類にかかわらず、被保険者の余命が6ヶ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。それでは正解です。正解は、○。
リビングニーズ特約とは、医師の診断の結果、どんな原因にかかわらず、余命6ヶ月以内と診断された場合、生前に死亡保険金の全部または一部の保険金を前払いで受け取れるものです。第5問。がん保険では、一般に責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断給付金は支払われない。がん保険では、一般に責任開始日前に90日程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても、がん診断給付金は支払われない。それでは正解です。正解は、○。がん保険は、保証対象をがん、悪性腫瘍に限定するタイプの保険です。一般的に、責任開始日前に90日間程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても、診断給付金は支払われません。なお、がん保険の入院給付金は、入院初日から日数無制限で支払われます。免責期間と合わせて押さえておきましょう。第6問。現在加入している生命保険契約を契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は転換前の契約の保険料率が引き続き適用される。現在加入している生命保険契約を契約転換制度を利用して新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は転換前の契約の保険料率が引き続き適用される。それでは正解です。正解は×。契約転換制度とは、それまでの保険の積立部分や積立配当金を充当して、新しい保証内容の保険に入る制度です。利用上の注意点は次の通りです。1、保険料は年齢保険料率により再計算されます。2、告知、医師の審査が必要です。3、同じ保険会社でなければなりません。第7問。個人賠償責任保険特約では、被保険者が業務中に自転車で歩行者に衝突して怪我をさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は保証の対象とならない。個人賠償責任保険特約では、被保険者が業務中に自転車で歩行者に衝突して怪我をさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は保証の対象とならない。それでは正解です。正解は○。個人賠償責任保険は日常生活において他人に怪我をさせたり他人のものを壊してしまうことにより生じる損害賠償責任に備えて入る保険です。ただし、業務中の事故や自動車による事故などは免責になる、つまり保証の対象にならない。逆に人間だけでなくペットが起こした事故は保証の対象になります。第8問。損害保険において保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金はそれぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を収支償等の原則という。損害保険において保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は
それぞれの自己発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を収支相当の原則という。それでは正解です。正解は×。給付、反対給付金等の原則、公平の原則が正解。公平の原則により、同一の保険金額でも保険料負担を調整することで、契約者間は公平になっています。なお、収支相当の原則とは、契約者から集めた保険料の総額、収入が保険金額の総額、支出と等しくなるように保険料を計算することです。第9問。生命保険契約において、契約者=保険料負担者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。生命保険契約において、契約者=保険料負担者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となる。それでは正解です。正解は×。生命保険契約において、契約者=保険料負担者が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者、妻の死亡により、死亡保険金受取人、子が受け取る死亡保険金は贈与税の課税対象になります。なお、上記で被保険者が妻ではなく、夫である場合は、相続税の課税対象となります。第10問。生命保険会社が予定利率を引き下げた場合、通常、その後の就寝保険の新規契約の保険料は高くなる。生命保険会社が予定利率を引き下げた場合、通常、その後の就寝保険の新規契約の保険料は高くなる。それでは正解です。正解は○。生命保険会社が予定利率を引き下げた場合、生命保険会社に入ってくるお金が少なくなるため、その後の就寝保険の新規契約の保険料は高くなります。一方、生命保険会社が予定死亡率予定事業比率を引き下げた場合、生命保険会社から出ていくお金が少なくなるため、その後の就寝保険の新規契約の保険料は安くなります。今回のピックアップ、人身障害保障保険は示談解決を待たずに保険金が支払われます。お疲れ様でした。引き続き一緒に頑張りましょう。免責事項。本動画の解説が各種法令、規則、規定などに即して、または学術理論的検定試験的に誤りがあったとしても、それが原因で生じた損害については保証いたしかねます。また、実務での作業や各種試験での回答は、ご自身での判断のもと自己責任でのご対応をお願いいたします。本チャンネルに登場する個人名団体名は実在する個人団体とは一切関係ありません。フィクションです。